皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一丁名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。今回は2024年7月21日に開催されました地元大阪でのフェス、大阪ジャイガンティックミュージックフェスティバル2024、通称ジャイガイ行ってきましたので、その模様をレポートさせていただきます。といっても今回は冒頭に自分語りみたいなところがありますので、興味ない方は飛ばしていただければと思います。実は私にとっては今回が人生初のフェスとなります。バンドメイドに限らないのかもしれませんが、人生後半になってからバンドメイドにはまり、鳩の穴に落ちた私としては、これまで長年生きてきて形成された私自身の常識というか、ポリシーみたいなものがどんどん覆されているというか、もちろん良い方向になのですが、こんなに変わるものなのかと驚いています。バンドメイドを知るまでの私の人生になかったものは、ファンクラブに入る、すでに売ってない CD を高額になっていてもメルカリとかを使ってなんとか入手する、アーティストグッズを買う、聖地巡礼をする、ライブのために全国どこへでも行く、YouTube で配信する、などなど絶対やらなかったであろう人生初となるものを次々と経験してきてしまったわけなのですが、バンドメイドを発見してからも私的常識では選択肢になかったフェスに行くというのが今回ついに私の常識に入ってしまいました。これまではワンマンでじっくり浸りたいと思っていたのが、いつの間にかフェスで最善で手を振り上げて盛り上げたいも私の中の常識になってしまいました。これまでの人生で全くやらなかったことを何の躊躇もなくやらせてしまうバンドメイドパワーにおののきながらウキウキで人生初のフェスに向かいます。この日は天気予報では37度と危険な気温です。熱中症対策グッズをたくさん持って一緒に行くお名手様と朝7時半に待ち合わせている大阪駅へ向かいます。今回の会場というかジャイガが開催されるのは大阪湾の埋め立て地である舞島という場所で非常に交通が不便なところです。フェスは初ということで申し込み方もよくわからず、今回取ったチケットは事前に会場でリストバンドに交換しないといけないということで、できるだけ早く行くためと、舞島は非常に公共交通機関で行くには難しいところなので、大阪駅からタクシーで舞島まで行くことにしました。舞島について少し迷いながら、なんとかリストバンド交換の列にたどり着きます。前には30人くらい並んでいる感じです。灼熱の中1時間ほど並んで、9時からのリストバンド交換を済ませ、今回バンメさんが出場する多分メイン会場のサン&コーストステージへ向かいます。チケット交換所からは結構距離がありますが、太陽が照りつける中早歩きで向かいます。すでに入場待ち列が100人くらいできてまして、その後ろに並びます。エリアの会場は9時半なので30分ほど待つわけですが、みるみる列が長くなっていって、最終的には1000人以上並んでたんじゃないかと思います。いよいよ会場となってサン&コーストステージへ入りますが、広いです。中に屋台やテントスペース、プレミアムラウンジや宿泊用のエリアなどいろいろな設備がありましたが、スタッフの方にミストをかけてもらいながらまっすぐステージへ向かいます。ステージ前のセンタースペースはすでに4列ぐらい埋まってましたので、その後ろに並びます。このステージでは15時から桜坂46が出場するのですが、そのファンの方がすでに陣取られていたみたいです。このステージ最初のアーティストはペールダックさんで、そのファンの方がおられたので場所を譲ったりしながら待ちます。ステージ前に並んだのが9時半過ぎくらいで、バンメさん登場まで2時間半くらいあるわけですが、この灼熱の中体が持つのかと心配しながらも、こまめに水分を取ったりしながら待っていると、ペールダスクのリハが始まり盛り上がります。リハが終わって一旦メンバーがはけた後、11時になってペールダスクのパフォーマンスが始まります。フェスを舐めてました。ほぼ最前にいる私でしたが、強烈な圧縮、ダイブ、サーフ、モッシュに揉まれて、パフォーマンスが終わる頃にはすでに 80% くらいの体力が奪われた感じになってしまいました。でもこれがフェスなんですよね。しんどかったですが、終わった時には初体験ということで、なんかちょっとこの状況を楽しんでいる自分も感じました。それでいよいよ次がバンドメイドです。圧縮やモッシュで揉まれて動き回ってしまってましたが、なんとかセンター3列目くらいをキープできてましたので、ワクワクして待ちます。このステージは回転するように作られていて、すでに後ろでセットされていたアーチャーのドラムセットやアンプたちが回って出てきます。これはなかなか素晴らしい設備ですね。ステージ転換の時間が大幅に短縮されます。ちなみに今回はお立ち台はなかったですね。ステージが結構高いから、さらにお立ち台だと高すぎるからかなと思いました。そうして少ししたらリハのためにまずあーちゃんが出てきました。大歓声です。それで小鳩さん、ミサさん、ミンチョウ、サイちゃんもステージに出てきます。会場はそれぞれのメンバーの名前を叫んで盛り上がります。
私は箱推しなのでみんなの名前を叫びましたが、あえて言えばあーちゃん推しなので少し多めにあーちゃんと叫びましたね。いつもの暗めのステージではなく、屋外のしかも超絶晴天の明るさの中で、しかも間近に見るバンメさんたちの姿は新鮮でした。あーちゃんがバスドラをどこどこ鳴らして試すところや、小畑さんがスタッフさんになんか調整するように話していたのとか、いつものお行事とは違うところも見れてテンションが高まります。ちなみに小畑さんはスタッフさんに言うときにちゃんとポッてつけてましたね。それでいきなりダイスが始まります。会場は本番さながらのチャントと手拍子、シンガロングで盛り上がります。いきなりこの光景は私にとっては新鮮です。それで1メロ終わりで演奏をやめて次の曲となります。ヘイトです。これも本番と同じように会場は盛り上がります。もうこの時点でめちゃくちゃ楽しいです。このヘイトも1メロで終わるのですが、その後試すような感じであーちゃんがドラムソロみたいな感じでやってくれたりして、一旦ステージをはけます。この前菜というか食前酒のようにリハを見られるのもフェスの楽しいところなんですね。それで定刻の11時50分になっていよいよメインディッシュです。バンメさんたちがステージに出てきて大歓声と手拍子が起こります。私も思いっきり叫びました。楽しいです。大歓声と手拍子の中始まった1曲目がいきなりのノーゴッドでした。サイちゃんの飛べるかーの煽りとあーちゃんの激しいドラムから始まります。ここまで温存してきた体力を爆発させて思いっきりジャンプして手を振り上げてちゃんとしてシンガロングしながら目の前で明るいところで見られるバンメさんたちを目に焼き付けながら盛り上がって楽しみました。お名手様たちが結構前方を固めてたと思いますので、圧縮とかはなくてみんなその場で思いっきり盛り上がる形です。これはこれで純粋にパフォーマンスを楽しめて最高です。ルールルーのところはサイちゃんが両手の指を上げて胸の前でルールルってやってくれてるところが見れました。とにかくこのノーゴッドで会場はいきなり最高潮となりましたね。続けての2曲目がアンリッシュでした。会場はちゃんとで盛り上がります。ダンダンディディダンダンもめちゃくちゃ声出てました。周りにいたペールダストファンの方も乗ってくれてましたので嬉しかったですね。ミンチョのソロの時にはひときわ大歓声が上がってました。バンメさんたちも当然暑いので、ミンチョも髪が額に張り付いたりしていて、それを振り払うような仕草もあって、みんながすごくワイルドに見えたところも新鮮でした。曲終わりで大歓声の中、次に始まったのが3曲目となるプロテクト U です。真上から照りつける太陽に負けないようにみんなでうららららららうららららって歌います。2回目のところではサイちゃんは歌わずに会場からの歌声を聞いてくれる感じになっていたので思いっきり声出しましたね。お名手様たちが結構いたと思いますが、最新曲なのにちゃんとや手を挙げたり手拍子したりシンガロングするところが定番曲のようにやっていて盛り上がりました。でも基本は自由に盛り上がる感じがベースなので、バンドメイドを知らない人たちも含めてみんなで一緒にパフォーマンスを楽しんでいる感じが良かったです。最後のサイちゃんだけでのうららららららうららららのところはきっちり会場は黙って聞いた後大歓声と拍手となりました。さすがです。ここでサイちゃんからありがとうジャイガー暑いけど大丈夫かのおたけびが上がります。本当に安すぎましたが楽しさが勝ってます。それでまだまだ行こうかで4曲目となるチューズミーが始まります。手拍子と大声でのチャントとなりますが、このチャントで残りわずかな体力を振り絞ってジャンプしながら手を振り上げてチャントしました。こんなに近くでバンメさんたちを見ながら盛り上がれる機会ってなかなかないと思うので本当に楽しかったですし、心なしかバンメさんたちもフェスならではの楽しさみたいなのが出ていたように思います。本当に一緒に楽しんでいる感じがしました。で、サイちゃんの I choose you のところは絶対に私を指さして言ってくれたと思うのですが、後で私の周りにいた人に聞くとみんなサイちゃんが指さしてくれたって言ってましたが、曲終わりで悲鳴のような歓声が上がる中、ここで短い MC が入りました。 MC なしかと思っていたのでなんか嬉しかったですね。ほんの少しですが休憩もできます。小本さんのようこそジャイガへバンドメイドですぽーで始まりました。それで確か皆様楽しんでますかっぽー、最高の夏フェスにするっぽーとか言ってくれて、会場から最高とか声が上がってました。で、サイちゃんがいけるかジャイガーみたいに叫んで5曲目となるドミネーションが始まります。大歓声でミンチョの最初のリフが聞こえないくらいでした。ここまで初見の人たちにも刺さる曲持ってきてくれてるなと思いました。会場からのハローハローはめちゃくちゃ声出てました。サイちゃんの煽りもすごかったので会場からのチャントやシンガロングは激しくなってました。私も容赦なく照りつける真上の太陽に向かって先行くせよって手を挙げて叫びました。
最後のミンチョの超絶盛り上がるギターとそれにかぶせるチャントで最高に盛り上がって曲終わりの大歓声に続けて始まったのが6曲目となるシャンプルです。やっぱり夏フェス、しかも灼熱の夏フェスなので激しいのばかりきます。ミンチョが髪振り乱しながら思いっきりあのリフ弾くところは神々しかったです。夏フェスでシャンプル、完璧なセレクトです。燃えるような暑さもあって、あの小畑さんの後ろ姿の絵が思い浮かびます。もう楽しすぎて気をつけないと倒れてしまうかもという状況です。このお名手様だけではない状況での大盛り上がりの会場でしたが、ちゃんと最後のサイちゃんのハーは聞けました。静かになったのがこの2秒くらいだけなのがすごかったです。次の7曲目が小畑さんの超絶かっこいいピックスクラッチで始まったインフルエンサーです。ひょっとして新インフルエンサーかと思いましたが、そうでしたね。この私的トップオブトップ曲の一つであるインフルエンサーやってくれるって暑さを忘れて盛り上がりました。Who invites me to the top のところで太陽に向かって思いっきり人差し指を立てて手を挙げるのが気持ちよかったです。それでサイちゃんのラップの後、ミサさんとミンチョのギターバトルとなるわけですが、バンドメイド知らなかった方たちはビビったと思います。夏フェスのステージでのバトル、ばあちゃんのドラムソロもありです。もう会場は最高潮に上り詰めます。最後のサイちゃんと小畑さんのロングトーンからの最高にかっこいいエンディングまでを堪能して大完成となります。ホールツアーだとインフルエンサーが最後だったので、これで終わりかと思っていたら、サイちゃんが次がラストだーっと叫んできます。そうです、最後の8曲目としてやってくれたのが昨日プレミア公開されたマギーです。予習バッチリで最後の曲となるマギーが目の前で見れて聴けるわけです。もう体は暑さと疲労で完全に限界を超えてましたが、サイちゃんも踊ってくれるかーとか言ってたと思うので踊るしかないです。ちゃんととか手拍子もあってきてましたが、なんといってもサビのジャンプが楽しいです。私的にはギターソロ後のブレイクした感じでサイちゃんが歌うところも大好きなので、そこでの手拍子にも力が入ります。とにかく最後なので、本当に最後の最後残った体力と気力を振り絞って踊ってジャンプして声出しました。曲終わりでサイちゃんのありがとうジャイがバンドメイドでした、最後まで楽しんでのおたけびと小畑さんのジャイが最高っぽで灼熱の中で盛り上がったバンドメイドのステージは終わりました。ものすごい満足感でしたが、もうこの時点で生命の危機を感じてましたし、もしあと2曲くらいやってたら倒れていた自信があるほどでしたので、ステージを離れてまずは水分補給のためにふらふら歩きながら売店に並びました。本当はビール飲みたかったのですが、多分そうすると死ぬと思ったのでコーラとお茶を買いましたが、すぐに飲み干してしまったので、さらにポカリみたいなのを買って飲みましたね。それで屋根のある飲食スペースみたいなところで数時間ぶりに太陽を下げて少し休憩して、並んでいる時から我慢していたトイレに行ったりしましたが、この37度という暑さと冒頭の圧縮モッシュダイブ対応で体力を消耗したのと、バンメさんたちの最高のパフォーマンスが見られてものすごい満足感があったので、他のアーティストのパフォーマンスを見るのを諦めて一緒に来たお名手様仲間と会場を後にすることで意見は一致しました。チケット交換所の近くにあったバンメさんグッズの売店でご当地 T シャツを買って帰途に着きました。たったの2ステージしか見なかったわけですが、十分満足しましたし、目的は十分に果たせましたし、体力も限界となってましたので大満足です。こうして私の人生初となるフェスは想像以上の楽しさと過酷さで終わりました。次の私のフェス参加はサマソニです。今回の経験を生かして今度は長めに見られるようにして、また思いっきり楽しみたいと思います。はい、ということで今回の動画はこれだけです。それではまた次回。